こんにちは。ゼロから行政書士第56回です。前回は株主総会や取締役を学びました。会社を動かす中心の機関を確認しました。今回は機関のもう一つの柱を扱います。テーマは株式会社の機関の第2回です。会社をチェックする監査の仕組みを学びます。さらに役員が負う責任についても見ていきます。肩の力を抜いてじっくり進めていきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は会社を監査する仕組みです。監査役や監査役会について確認します。二つ目は会計の専門家と委員会型の会社です。会計参与や会計監査人の役割を見ます。新しいタイプの会社の骨格も学びます。三つ目は役員が負う責任です。それでは早速始めましょう。はじめになぜ監査が必要かを考えます。会社の業務は取締役に任されています。しかし、任せきりにすると心配も生まれます。取締役が暴走する恐れもあるからです。そこで、その仕事ぶりを見張る役割が必要です。このチェックの仕組みを監査と呼びます。前回学んだ取締役会も監督の役割を持ちました。今回はさらに専門の機関を見ていきます。まず、監査役について学びます。監査役は取締役の仕事を監査する機関です。その監査には大きく2つの面があります。一つは仕事ぶりを見る業務監査です。もう一つは計算書類を見る会計監査です。監査役は必要な調査を行う権限を持ちます。取締役の不正を見つけたときは報告を行います。場合によっては行為の歯止めを求めることもできます。こうした監査は会社の健全さを保つために欠かせません。次に監査役の独立性を見ます。監査は公正に行われる必要があります。監査する側とされる側が同じでは意味がありません。そこで監査役には兼任の禁止があります。監査役はその会社の取締役を兼ねられません。使用人、つまり従業員を兼ねることもできません。また、任期は取締役より長く定められています。こうして監査役の独立した地位が守られています。続いて監査役会について学びます。規模の大きな会社では監査役が複数置かれます。その監査役が集まって作るのが監査役会です。監査役会は3人以上の監査役で構成されます。そのうち半数以上は社外監査役でなければなりません。社外の目を入れて公正さを高めるためです。監査役会は監査の方針などを決めていきます。組織としてチェックの力を強める仕組みです。次に会計参与について学びます。会社は決算のたびに計算書類を作ります。その作成を助けるのが会計参与です。会計参与は取締役と共同で書類を作ります。この役には会計の専門家がつきます。具体的には税理士や公認会計士などです。専門家が関わることで書類の信頼性が高まります。会計参与は置くかどうかを選べる機関です。続いて会計監査人について学びます。会計参与が内側から関わる立場でした。これに対し会計監査人は外側から監査します。計算書類が正しいかを専門家の目で確かめます。会計監査人になれるのは限られた専門家だけです。公認会計士か監査法人でなければなりません。規模の大きな会社などでは設置が義務です。外部の監査で決算の信頼性を支える仕組みです。ここで会社の設計の違いを整理します。基本となるのが監査役設置会社です。
監査役が取締役をチェックする形です。次に、監査等委員会設置会社があります。監査役を置かず、監査等委員会が監査を担います。さらに、指名委員会等設置会社があります。3つの委員会と執行役を置く進んだ形です。委員会型では、各委員会の過半数が社外取締役です。社外の力で監督と執行を分ける工夫がされています。ここからは役員の責任を学びます。役員は会社から仕事を任された立場です。その任務を怠ると会社に損害が出ることがあります。この時、役員は損害を賠償する責任を負います。これを任務形態による責任と呼びます。原則として落ち度があった場合に責任を負います。利益相反取引などにはより重い定めがあります。会社に大きな損害を与えれば責任も大きくなります。役員にはそれだけ重い責任が求められるのです。次に第三者に対する責任を見ます。役員の責任は会社に対してだけではありません。役員の落ち度で外部の人が損害を受けることもあります。取引先や債権者などがその例です。役員に悪意や重い過失があった場合が問題になります。この時、役員は第三者にも賠償責任を負います。会社の外の人を守るための大切な仕組みです。この責任も合わせて覚えておきましょう。続いて、株主代表訴訟を学びます。役員が会社に対して責任を負う場合があります。しかし、会社がその責任を追及しないこともあります。役員同士のかばい合いが起こりうるからです。そこで株主が会社に代わって訴えを起こせます。この制度を株主代表訴訟と呼びます。会社の健全な運営を株主が支える制度です。株主による大切なチェックの手段です。ここで今日のクイズです。会社の監査の仕組みについて正しいのはどれでしょう？ A は監査役は取締役を兼ねられるです。B は会計監査人は公認会計士か監査法人だです。C は監査等委員会設置会社にも監査役を置くです。少し考えてみてください。正解は B です。監査役は取締役を兼ねられず、A は誤りです。監査等委員会設置会社は監査役を置かず C も誤りです。それでは今日のまとめです。一つ目は監査の仕組みです。監査役は取締役の職務をチェックするのでした。独立性のため取締役などを兼ねられないのでした。That's fine。二つ目は会計の専門家と委員会型の会社です。会計参与と会計監査人が決算を支えるのでした。三つ目は役員の責任です。会社と第三者への責任、代表訴訟を確認しました。ここまで株式会社の機関を学びました。会社を監査する監査役などの仕組みを見ました。会計参与や会計監査人の役割も確認しました。役員が負う責任と株主代表訴訟も学びました。これで会社の機関のパートは完結です。次回は株式と資金調達の発展を扱います。種類株式や募集株式の発行などを学びます。今日の内容もしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。